イタリアングレーハウンドのニアとの生活が始まって76週間が経過しました。4月に入り過ごしやすい気温になってきましたね。ニアは相変わらず毛布に潜ることをころなく愛しているので、ソファーに座っているとなぜ毛布を膝にかけないんだと不満そうな目で見つめてきます。仕方がないので毛布を膝にかけると喜んで入ってきます。ただニアが寝始めてからしばらくすると、ニアの睡魔が接触している部分から侵食するように感染して一緒に眠ってしまうことがあります。ニアを静かにさせるために部屋を寒くすると、毛布の中にニアは避難して静かになりますが、睡魔を感染させてくるとなると、ニアとぬくぬくと温まりながら一緒に動画編集をするにはどうすればいいのでしょうか。試しにカフェイン摂取して対抗しようと思いましたが、ニアの睡魔の方が強敵でした。かといってニアを遠ざけるというのは、ニアが至高の癒しになっている飼い主としてはこの選択肢はないので、もう諦めてニアとダミンを貪る日を作っても面白そうですね。最近ニアの食欲が旺盛になってきたなぁと感じることが増えました。例えば今までは朝食時間の朝7時前にニアに起こされる程度でしたが、ついに夕ご飯の夜6時になるとしきりに抱きついてきたり、台所とリビングを行ったり来たりしてアピールするようになりました。直近で困っているのは、夕ご飯を作り始めるときはニアは毛布の中にいる状態ですが、ちょっと目を離しているときにニアは忍者のように台所にやってきて、台所の上を目視で確認すると、切り分けた食材を取ろうと前足でツンツンしようとします。ひっくり返しそうになる直前で慌てて侵入防止用の仕切りを立ててニアを仕切りの外に出すという戦いをほぼ毎日繰り広げています。初めから仕切りをしたらいいじゃないかと思われると思いますが、ニアが立ち上がって食材を見つめる姿が可愛いので、その姿を見るためにあえて仕切りを外しているというのが実情ですね。ニア自身もこういう表情をすると飼い主が喜ぶポイントを理解していて、欲しいものがあると決め技のように潤んだ瞳で見上げてくるのでずるいです。そういえば3月中旬頃からニアが目をかゆがるようになりました。最初は目やにか何かかと思いましたが、目の上ニキビのようなものができていたので、それがかゆみの原因かと思います。ひょっとしたら花粉とかの影響ではないかと思いましたが、悪化しているわけではないので花粉ではないと思います。他に考えられる原因としては食べ物が考えられますが、ニアのアレルギーを考慮して食べ物には結構気を使っているので、可能性としては低いかなと思います。あとはストレスが考えられますが、ニアはだいぶ自由にくつろいで生活しているので、これがストレスだったらぜひ飼い主と立場を交換してもらいたいぐらいです。試しに犬の花粉症について調べてみました。すると犬には花粉症自体はないものの、花粉に対するアレルギーで皮膚のかゆみや発疹などが症状として現れるようです。ただ稀に結膜炎などを起こすことがあるとの情報はありましたが、目の上のニキビみたいな事例の記載はなかったので一時的なものだと思います。しばらくは様子を見ながら悪化していくようであれば病院に行こうと思います。引き続きこんな感じで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをクリックしていただき、アドバイスコメントをよろしくお願いいたします。